皆様こんにちは。宇治原実です。世界に誇る日本人の心、副題として日本人こそ聖書の民だったというテーマで皆様とご一緒に考えたいと思います。本日は第7回目、その前半です。テーマはインドを独立させた日本人です。この前半のテーマはインパール作戦です。大成功を収めたマレー作戦とは反対に、歴史的大敗北を喫したインドのインパール作戦を見ていきましょう。これはインドをイギリスから解放するため、日本軍がビルマを抜け、標高2000メーター級の山岳地帯を通り、インドの北東に位置するインパールを攻略する作戦でした。そこにイギリス軍が集結していたからです。日本はどうしてもここを攻め落とす必要がありました。インパール作戦大敗の原因は、まず日本です。慢心がありました。マレー作戦、インドシナ半島の作戦の成功に原因があります。1、周到な準備と、奇襲が成功しました。2、当時世界最強のイギリス海軍最新式戦艦2隻を撃沈しました。3、わずか2ヶ月でシンガポールを陥落。快進撃がおごりを起こさせ、イギリスを甘く見てしまいました。一方、イギリスといえばマレー作戦当時のイギリスの事情がありました。1、ドイツと全面戦争中です。本国と遠く離れた東洋の日本との戦いに戦力を割く余裕がありません。2、日本を甘く見ていました。それでは勝敗の分かれ目は両国のその後の対応の違いにありました。日本は慢心のまま英国を甘く見ていました。1、日本の戦況はますます厳しく余力がありません。一発逆転をここで狙っていました。2、十分な作戦なく補給の困難を知りつつ強行しました。3、軍用車がなく牛に食料武器弾薬を運ばせました。雨季による増水で川にほとんど流され失ってしまいました。4、無謀な作戦です。指揮系統と指揮官が混乱しています。5、補給なく食料武器弾薬なく消耗戦となりました。そして遅すぎた撤退でした。6、撤退の方がより悲惨でした。飢餓、マラリア、死者3万人以上を出しました。一方、イギリスは深く反省し準備万端でした。1、ドイツは弱体化、全力で戦闘の準備をしました。2、日本を十分研究しています。弱点を徹底して攻撃してきました。3、制空権を支配。それから日本軍を爆撃しました。4、負ければ全植民地を失う。総力を挙げて勝負に出てきました。インパール作戦は完全な失敗だったとよく言われたものです。遠い異国の地で死んだ多くの日本兵たちとインド兵たちは犬死にだったと、ああ、なんと悲惨な戦いをしたのだろう、こんな無謀な戦いがあるのだろうか。多くの人たちがインパール作戦をよく取り上げては日本の無謀な戦いを非難したものです。しかしこの戦いは決して無駄ではありませんでした。なぜならこのインパール作戦が元になってインドは独立を果たしたのです。あの作戦で死んだ彼らの屍はインド独立のための聖地となりました。インパール作戦の後、イギリスは日本に勝ったことでますますインドに対する締め付けを強めようと図りました。日本軍に協力したインド国民軍の生き残り証拠をイギリスは軍事裁判にかけると発表しました。彼らを血祭りにあげようというわけです。厳しい刑に処し、見せしめとして
インド人をますます振り上がらせ隷属させようというわけです。ところがそれまではおとなしく隷属していたインド人たちが突如立ち上がりました。インド国民軍の人たちは我がインドを愛した愛国者たちだ、彼らを救えと、そしてインド全域で民衆たちは反イギリスを掲げ独立運動の炎を燃え上がらせたのです。人々は議会での糾弾、新聞や集会を動員しての宣伝活動を行い、激しい法廷闘争を始めました。また全国規模でデモ行進が繰り広げられ、人々はもはやイギリス政府の言いなりにならなくなりました。こうしてインドの独立運動に火がついたのです。その象徴的な出来事の一つが、インドの首都デリーで持たれたイギリスによる対日戦勝記念行事でした。日本軍に勝ったことを記念するこの行事を盛大に執り行おうとしたのですが、デリーの市民たちはこぞってこれをボイコットしました。人々は家ごとに弔旗を掲げ、店も学校も工場も映画館も一斉に閉ざしました。鎧戸を固く下ろして、戦勝記念日反対のビラがあちこちで巻かれ、貼り付けられました。イギリスはインドの独立を目指して戦ってくれた人たちを殺した。そんなイギリスを祝福するなどできるものかという抗議です。こうしてインド人たちの独立運動はもはや誰も止めることのできない勢いとなったのです。そういう中でガンジーの非暴力運動も効果を上げました。しかしガンジーの運動は一部のものでした。それだけではインドは独立できなかったでしょう。インド全域の民衆の心に火をつけたのは、むしろインド国民軍の犠牲だったのです。やがてついにイギリスはインドを手放しました。もはやこんなインドを統治することはできないと手を引いたのです。その時インド国民軍のために弁明を出したパラバイ・デサイ博士はこう言いました。インドはほどなく独立する。その独立の機会を与えたのは日本である。インドの独立は日本のおかげで30年早まった。1947年8月15日、インドは独立を勝ち取ったのです。このように日本軍とインド国民軍が一緒になって戦ったことが元となって、インドはそれまでの約300年間の奴隷状態から解放されました。日本軍7万8,000人とインド国民軍2万人の日印連合軍による大英インド独立戦争です。3万人の日本人とインド人の犠牲者は決して無駄ではなかったのです。ですから私たちは犠牲者の霊たちに向かってこう言いたいと思います。あなた方のおかげでインドはついに独立しました。他のアジア諸国も独立を果たせました。あなた方の心は今アジアに生きています。こうした経緯からインドは戦後の日本に対して極めて好意的でした。戦争の賠償請求を放棄し、また東京裁判でもインド代表のパール判事がただ一人日本無罪論を最後まで強力に唱えました。この戦争が日本の侵略目的ではないことを誰よりも彼らが知っていたからです。さらに復興の後の日本の国連入りをインドのネール首相は強力にバックアップしてくれました。インド独立50周年を記念した日本の式場でインド側代表の最高裁弁護士テビーリ氏は次のように述べました。インド独立のため日本人が共に血を流してくれたことを忘れません。私たちには忘れてはならない、どうしても語り継がなければならないことがあると思います。それは戦争の悲惨さ、
だけではなく、日本人としての誇りではないでしょうか。なぜ日本人は世界から尊敬されるでしょうか。世界に感動を与えた日本人の素晴らしさは自己犠牲でした。私たちは捨て石となる。自分が犠牲になるということがなかなかできません。偉大なことを実現するために自ら犠牲となり、喜んで捨て石となっていた人々がいます。その人たちは大いなる夢を描いていたのです。アジアの独立という夢です。聖書の一節をご紹介いたします。家を建てる者たちの見捨てた石、それが礎の石となった。これは主神のなさったことだ。私たちの目には不思議なことである。新約聖書マタイの福音書21章42節。それではお知らせです。次回8回目、10月31日土曜日、毎週土曜日の予定です。テーマは EU 生みの母青山美津子です。よろしければチャンネル登録、ご感想いただければ嬉しいです。本日はご視聴誠にありがとうございました。